努力さえしておけば上手くなるわけではないということです。皆さんこんにちは。今回は僕がピアノを上手くなるために知っておきたかった3つのことをお話しします。これをもっと若い頃に知っていれば今よりもっとピアノを上手くなれたんじゃないかと思っています。1つ目は、人間の能力は才能によって決まっていないということです。素晴らしいピアニストを見て、あの人はすごい才能だとかですね、自分には才能がないなとかって思ったりしたことありませんか？僕もそうだったんですが、多くの方はこのように思っているんではないかと思います。人それぞれに生まれ持った才能があって、例えばある人は100の能力を持っているとします。それに対して自分自身は50の能力を持っているとしましょう。今現在の自分は50の能力のうち35くらいまでは発揮できているように感じる。そして努力を重ねると、その50のリミットには近づくことができるけれども、絶対に100になることはない。そんな風に思っていませんか？これは才能というものを研究する方々からおそらく正しくないだろうとされています。才能は作り出すものです。もちろん手の大きさや腕の長さなど身体的な制約はあると思いますが、正しい練習法を用いればご自身の能力を伸ばし、そして才能を作り出すことができます。今は35の能力であっても、限界であった50を超えて60でも70でもご自身の能力を伸ばすことができます。2つ目は、長い間同じことをし続けても徐々に上手くなるわけではないということです。とても難しいパッセージがあります。今は弾けないけど毎日200回練習すればきっと上手く弾けるようになると思ったことありますか？僕もあります。今はできなくても根性を見せていけばなんとかなるんじゃないかと思ってたんですね。けれどもこれは間違いです。同じことを同じやり方で何度繰り返しても上手くなりません。むしろ実力が停滞し下手になってしまうかもしれません。このあたりの反復についてはこちらの動画ぜひ参考にしてくださいね。最後は、努力さえしておけば上手くなるわけではないということです。上手くなるためには努力努力努力、一見正しく素晴らしいように思えるのですが、闇雲に努力だけしても効果は上がりません。ピアノを弾くことは高度な専門的能力です。つまり高度な能力を要求されるピアノ演奏というものに特化した練習方法を用いなければ、努力だけしても大きな上達は見込めません。時間と労力をかけることはもちろん重要なのですが、そのやり方が最も重要です。かつての僕は、あの人は才能に恵まれていて羨ましいなと思っていました。弾けないパッセージは毎日200回練習しよう、そうすればきっと上手くなるはずだと思っていました。努力さえしていれば気がついたらいつの間にか上手くなってるんじゃないかと思っていました。でもこれらは間違いでした。誰でも才能を生み出し、ご自身の能力を伸ばすことができますが、そのためには正しい練習法が必要です。このチャンネルの中でいろいろな練習方法を動画で皆さんに紹介してきました。一つでも皆さんにとって正しい練習法として当てはまるものがあればとても嬉しいです。もし当てはまらなかったら、他の素晴らしい演奏家や音楽家の練習法をぜひ参考にしてください。そして今回お話した3つのことがピアノを上手くなりたい皆さんにとってお役に立てば、これほど嬉しいことはありません。また一緒に頑張りましょう。